輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゴリ先輩です。こんにちは、うさびょむです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはズバリゴミの分別。日本で暮らし始めて最初につまずく人がとても多いんです。それまさに今の私です。ゴミの出し方が複雑すぎてもう訳がわからなくて。その気持ちすごくわかる。じゃあ今日はゴミ出しの基本を一つずつ一緒に整理していきましょう。お願いします。この国のゴミ出し攻略したいです。その前に前回のおさらい。前回は部屋探しと賃貸の契約をテーマにしましたね。やりました。自分の足で何度も足を運ぶのが大事ってお話でしたよね。そう、よく覚えてる。で、無事に部屋が決まっていざ引っ越したら次に待ってるのが今日のゴミ問題。本当ですよ。住み始めてすぐゴミ袋を手に持ったまま固まりました。じゃあまず聞かせて。後輩さんはゴミ出しの何が一番難しいと感じてますか？まず種類が多すぎるんです。燃えるゴミ、燃えないゴミ、それから資源。いいところに気づきましたね。日本のゴミは大きく分けて4つの種類に分けるのが基本です。なるほど。可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ、それと粗大ゴミ。この4つを頭に入れておくとぐっと楽になります。可燃、不燃、資源、粗大。いきなり難しい漢字が出てきました。大丈夫。一つずつちゃんと説明します。可燃は燃える、不燃は燃えないね。なるほど。漢字の意味がわかると急に親しみが湧きます。でね、ここが一番大事なんだけど、この分け方は住んでいる地域によって結構違うんです。地域によって違うんですか？全国で同じじゃないんですね。そうなんです。だから今日の話を聞いた後は必ず自分の市区町村のルールを確認してくださいね。わかりました。じゃあ基本の木から教えてください。まず大前提の話。どうして日本はこんなに細かく分別するんだと思いますか？なんでだろう。正直めんどくさいなとしか思ってませんでした。最初はみんなそう。でもね、ちゃんと理由があるんです。混ぜればゴミ、分ければ資源。へー。同じものでもちゃんと分けて出せばもう一度資源として生まれ変わる。だから手間をかけるんです。そう言われるとめんどくさいだけじゃないんですね。ちょっと見方が変わりました。そうそう。減らす、繰り返し使う、資源に戻す。この3つを意識するとゴミの量そのものが減っていきます。減らす、繰り返し使う、資源に戻す。覚えやすいですね。じゃあ実際の出し方。まずゴミは種類ごとに出す曜日が決まっています。曜日が決まってる？毎日好きな時に出せるわけじゃないんですか？そう、そこが大事。例えば燃えるゴミは月曜と木曜、資源は水曜みたいに地域ごとに決まってます。じゃあその曜日ってどうやって調べるんですか？大抵の市区町村がゴミの収集カレンダーを配ってます。今はスマホのアプリで見られるところも多いですよ。いいね。それともう一つ大事なのが出す時間。多くの地域では収集する日の朝に出すのが決まりです。朝ですか？前の日の夜に出しておくのはダメなんですか？夜に出すとカラスや猫に荒らされたり匂いの原因になったりするので嫌がられることが多いんです。カラス、確かにゴミ捨て場でよく見かけます。だからネットをかけたり決められた時間を守ったりみんなで気をつけてるんですよ。じゃあ種類ごとに見ていきましょう。まずは一番量が多い可燃ゴミから。可燃ゴミって具体的には何が入るんですか？代表は生ゴミ。台所から出る食べ物のゴミですね。あとは紙くずや汚れて再利用できない紙など。なるほど。生ゴミって実は8割が水分なんです。だからぎゅっと水を切ってから出すだけで随分軽くなる。水を切る？生ゴミの水気を絞るってことですか？そう、まさに水気をしっかり切る。これだけで匂いも減るしゴミ袋も重くならない。一石二鳥ですよ。一石二鳥、いい言葉ですね。今日からぎゅっと絞ります。次は資源ゴミ。これが一番ひと手間かかるけど一番大事なところです。ひと手間ですか？なんだか緊張してきました。ペットボトルはね、キャップとラベルを外して中を軽くすすぐ。これだけで立派な資源になります。キャップとラベルは外すんですね。それも別々に出すんですか？いいところに気づいた。キャップとラベルは大抵プラスチックの方へ。本体とは種類が違うんです。同じペットボトルなのに部品で行き先が違うんですか？奥が深い。最初はびっくりするよね。でもすすいで潰して出すとリサイクルの効率がぐっと上がるんです。缶や瓶も資源です。中をさっと水ですすいで皮
乾かしてから出すのが基本ですね。缶と瓶は一緒の袋でいいんですか？それとも分けるんですか？これも地域次第。一緒でいいところもあれば、缶と瓶をさらに分けるところもあります。そっか。瓶は色で分けたり、割れ物として別に扱うところもある。だからやっぱり地元のルールが頼りです。なるほど。地域によるが今日の合言葉になってきましたね。ほんとそう。困ったら市役所のサイトかアプリ、これさえ覚えとけばまず安心です。それから古紙、新聞、雑誌、段ボール、これも立派な資源です。段ボールや新聞紙は紐で十字に縛って古紙の日に出す。これも大事な資源です。紐で十字に縛る。ちょっと難しそうです。慣れれば簡単。袋に入れると濡れたりばらけたりするから縛る方が扱いやすいんです。なるほど。あとお菓子の箱とか細かい紙は雑紙としてまとめて出せる地域も増えてます。雑紙。へえ、お菓子の箱まで資源になるんですね。なんか嬉しい。で、最近よく聞くのがプラスチック。これも分けて回収する地域がどんどん増えています。プラスチックってすごく身近ですよね。でも見分け方がよくわかりません。目印があるんです。容器や包装にプラって書かれた小さなマークがついてること多いんですよ。本当？お弁当の容器とかお菓子の袋とかシャンプーのボトルとか、あのマークが目印になります。今度から買ったもののマークをじっくり見てみます。宝探しみたいで楽しそう。その域、汚れがひどいものは可燃ごみに回すこともある。そのあたりも地域のルールを見てくださいね。次は不燃ごみ、燃えないものですね。金属、ガラス、小さな金物、割れた食器なんかがここに入ります。あ、割れたお皿。この前コップを割ってしまってどうしようか困ったんです。割れ物はね、紙にくるんで割れ物注意と書いてから出すと、回収する人が怪我をしなくてくて済みます。そこまで気を配るんですね。なんか優しい。そうなんです。スプレー缶はね、中身を使い切ってから出すのが基本。これは火事を防ぐためなんです。火事？スプレー缶ってそんなに危ないんですか？中にガスが残ってると収集車の中で爆発することがあるんです。実際毎年事故が起きてます。だから使い切る。穴を開けるかどうかは地域で違うから、これも必ずルールを確認してください。わかりました。乾電池とかも同じ感じで気をつけるんですか？そう、乾電池や蛍光灯は有害なものを含むので、別に集める地域が多い。回収ボックスがあること多いですよ。さあ、ここからがつまずきやすいところ。粗大ごみです。粗大ごみ。なんとなく大きいものってイメージですけど、合ってますか？テーブルや自転車みたいに大きいものは粗大ごみ。これは事前に申し込んで有料の券を貼って出します。お金がかかるんですか？ゴミを出すのに。粗大ごみは有料が基本。大きさで値段が決まってて、専用の券をコンビニなんかで買うんです。そうなんだ。じゃあ勝手にその辺に置いてきちゃダメってことですよね。その通り。それと何センチ以上が粗大ごみかっていう目安も地域で違います。また地域によるですね。もうすっかり覚えました。その調子。申し込みは電話かネットで。日にちを指定されるので忘れないようにね。そしてここすごく大事。粗大ごみに出せないものがあるんです。大きいのに粗大ごみじゃないんですか？エアコンや冷蔵庫は家電リサイクル法の対象。普通のゴミには出せなくて、お店で引き取ってもらいます。なるほど。対象は4つ。エアコン、テレビ、冷蔵庫と冷凍庫、それと洗濯機と衣類乾燥機。この4品目です。エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機。全部大きくて高いものですね。そう。これらは捨てるのにリサイクル料金がかかります。買ったお店や買い替えるお店が引き取ってくれます。お金を払って引き取ってもらう。普通のゴミとは扱いが全然違うんですね。そうなんです。法律で決まってるから、ここはしっかり覚えておくと安心ですよ。ちなみに小さい家電もリサイクルできます。古いパソコンや使わなくなった携帯電話とか。それ気になってました。引き出しに古い携帯が何個も眠ってて。あるある。ああいうものは回収ボックスに入れられるところが多いんです。役所やお店の入り口なんかにある。いいね。中の貴重な金属がまた資源になる。小さくても立派なリサイクルなんですよ。知らなかった。今度まとめて持って行ってみます。ここで一つ注意してほしいことがあります。無料で回収しますっていうトラックの話。聞いたことあります。スピーカーで流しながら走ってるあれですよね。そう、それ。
無料って言っておいて後から高い料金を請求してくる業者がいるんです。ひどい。無料だと思って渡したのに。しかも正しく処理されずに不法に捨てられることもある。だから政府も注意を呼びかけてるんです。じゃあどういうところなら安心して頼めるんですか？市区町村の認めた業者か、家電ならお店、きちんと許可を持ったところに頼むのが一番安全です。さっき不法に捨てるって言葉が出ましたけど、やっぱりそれって罪になるんですか？なります。とても重い罪です。ゴミを決められた主演会に勝手に捨てるのを不法投棄と言います。なるほど。法律では個人の場合5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、場合によっては両方課されます。5年 ?1000 万円？たかがゴミなんて言ってられないですね。そうなんです。だから面倒でも正しく分けて決められた場所に決められた日に出す、これが一番なんです。はい、ルールにはちゃんと理由があるんですね。それともう一つ、分別を間違えるとご近所とのトラブルにもつながりやすいんです。ご近所トラブル？ゴミでですか？間違って出すと収集されずに残されることがある。袋に注意のシールが貼られたりね。それはちょっと恥ずかしいかも。でも心配しないで。最初は誰だって間違えます。大事なのは確認して次から直そうとする姿勢です。わかる。それからゴミ捨て場をきれいに使う。当番で掃除する地域もあります。そういうちょっとした配慮が信頼につながるんです。なるほど。ゴミ出しってただの作業じゃなくて、ご近所さんとのつながりでもあるんですね。最後にもう一つ。引っ越しの時って一気に大量のゴミが出ますよね。出ます。段ボールとかいらない家具とか、もう山みたいに。ああいう時こそ計画的に。粗大ゴミは早めに申し込む。家電はお店に相談する。慌てると失敗しがちなんです。確かに。焦って無料トラックに頼んじゃうなんてことも起きやすい。だから引っ越しは早めの準備が肝心です。肝心ですね。今日の話、引っ越しの前に聞けてよかったです。それはよかった。じゃあここまでの話を一回整理してみましょうか。それと袋の話もしておきましょう。多くの地域でゴミを出す袋が決められています。袋もですか？どんな袋でもいいわけじゃないんですね。中身が見えるように透明か半透明の袋、地域によっては専用の指定された袋を買って使います。中身が見えるように。それってなんでですか？ちゃんと分別されてるか確認するため。だから黒い袋は使えないところが多いんです。なるほど。さっきの生ゴミの話に戻るとね、夏場は特に匂いが気になりますよね。なります。キッチンがちょっと辛い時あります。コツはやっぱり水を切ること。それと新聞紙に包んでから捨てると匂いが抑えられます。新聞紙便利ですね。水も匂いも吸ってくれそう。そう。あと収集日まで冷凍しちゃうっていう人もいますよ。匂いがピタッと止まる。マジで？冷凍？そこまでできるんですね。みんな工夫してるんだな。資源でもう一つ覚えてほしいのが紙パック。牛乳やジュースのパックですね。毎日牛乳を飲むのでよく出ます。あれも資源なんですか？立派な資源。洗って開いて乾かして出す。スーパーの回収ボックスに持っていけるところも多いですよ。洗って開いて乾かす、ちょっとした一手間ですね。そう、その一手間がトイレットペーパーなんかに生まれ変わる。なんだかいいでしょ？いいね。それから意外とみんなが迷うのが料理に使った食用油。揚げ物の後の油、あれ流しちゃダメですよね。その通り。流すと配管も皮も汚してしまう。だから固めるか紙や布に吸わせて可燃ごみへ。固める専用の粉みたいなのがあるんですよね。見たことあります。あります。スーパーで売ってる。冷めた油に混ぜるとプルンと固まって捨てやすくなる。なるほど。あと危ないものの出し方も知っておくと安心です。例えば包丁やハサミ。刃物
確かにそのまま出したら危ないですね。厚紙でしっかり包んで危険と書いてから不燃ごみへ。回収する人を守るためですね。そうなんです。ライターも要注意。中のガスを使い切ってから出す。残ってると火事の原因になります。スプレー缶と同じ考え方ですね。ガスは使い切る。よくつながった。そう、危険物は共通して中身をさらにするが合言葉です。それからいらなくなった服、これも捨て方がいくつかあります。たまりますよね。サイズが合わなくなったりして。まだ着られるものは資源として回収している地域やお店の回収ボックスがあります。へえ。ボロボロでもう着られないものは可燃ごみになることが多い。ここも地域で確認してね。まだ着られる服が誰かの役に立つなら捨てるよりずっといいですね。ここまで種類の話をしてきたけど、出し方のマナーもすごく大事なんです。マナーですか？例えばどんな？まず袋の口をしっかり縛る。中身がこぼれたり風で飛んだりしないように。それと決められた場所に置く。道にはみ出したりよその家の前に置いたりしない。ちょっとしたことですけど、みんなが守ると気持ちいいですね。まさにゴミ捨て場はみんなで使う場所だから、お互いの配慮で成り立ってるんです。ここで後輩さんみたいに来たばかりの人にすごく役立つ情報を。待ってました。教えてください。実は多くの市区町村が外国語のゴミ分別ガイドを用意してるんです。英語やいろんな言葉でね。外国語のガイドが？それもっと早く知りたかったです。役所の窓口やサイトでもらえます。それと品目別の50音の一覧表も便利。一覧表があれば迷った時にすぐ調べられますね。そう、これ何ゴミって迷ったらその表かアプリ。一人で悩まなくて大丈夫ですよ。あと一つ見落としがちなのが、収集がお休みになる期間。お休み？ゴミの収集にもお休みがあるんですか？年末年始は多くの地域で数日収集が止まります。出し忘れると年明けまで貯めることに。マジで？それは困る。お正月にゴミだらけなんて嫌です。でしょ。だから年末はカレンダーをよく見て、最後の収集日までに計画的に出しておく。大掃除のゴミもありますもんね。早めが肝心ですね。じゃあここでちょっとしたクイズ。みんながよく迷うものを出すので考えてみて。クイズ好きです。来てください。第1問。割れていない普通のガラスのコップ、これは何ゴミ？ガラスだから不燃ゴミですか？正解。多くの地域で不燃ゴミ。割れてなくても割れ物注意と書いてあげると親切ですね。いいね。第2問。骨が折れたビニールの傘。さあこれは？傘？金属とビニールが混ざってるから難しい。鋭いね。地域によって不燃だったり粗大だったり長さで粗大になるところもあるんです。また地域によるだ。でももう驚かなくなりました。成長したね。最後第3問。読み終わった雑誌の山、これは？それはわかります。古紙ですよね。紐で十字に縛って。大正解。もう立派な分別マスターですね。そうなんです。それと住むところによっても出し方がちょっと変わります。アパートやマンションだとね。私集合住宅です。一戸建てと違うんですか？建物に専用のゴミ置き場があることが多い。中にはいつでも出せるところもあるんですよ。本当？いつでも出せる。それは便利すぎます。でも油断は禁物。建物の中でも分別のルールは同じ。むしろ共用だからより丁寧に。なるほど。便利な分みんなできれいに使うんですね。もう一つ知っておくといいことが、出した資源を勝手に持っていくのは禁止されていること多いんです。置いてある資源を持っていく人がいるんですか？残念ながらね。でもあれは自治体の大切な資源。条例で禁止しているところもあるんです。なるほど。ちゃんと
回収された資源は工場で新しい製品に生まれ変わる。ペットボトルがまたボトルや服に。服に？ペットボトルが？なんかすごいロマンですね。でしょ？自分が分けた一本が巡り巡ってまた誰かの役に立つ。そう思うと悪くないでしょ？ここまで出し方の話をしてきたけど、一番いいのはそもそもゴミを減らすことなんです。減らす。確かに出るゴミが少なければ分別も楽ですもんね。そう。買い物にマイバッグを持っていく。詰め替えできるものを選ぶ。これだけでも随分違う。なるほど。それと食べ物を買いすぎない。使い切る。食品の無駄を減らすのも大きな一歩です。なんかゴミの話なのに暮らし方全体の話になってきましたね。まさに分別はその入り口。意識すると暮らし方がちょっとずつ変わっていくんですよ。でも正直最初は覚えること多くてちょっと不安です。大丈夫。全部一度に覚えなくていいんです。まずは可燃と資源、この2つから始めれば十分。本当？迷ったら確認すればいい。一覧表やアプリがある。誰も最初から完璧じゃないんです。そう言ってもらえるとなんだかほっとします。ね、気負わずに一つずつ続けてれば自然と体が覚えていきますよ。じゃあ今日のキーフレーズ、これだけは持って帰ってほしいっていう言葉を紹介します。はい、メモの準備できてます。分ければ資源、混ぜればゴミ。分ければ資源、混ぜればゴミ。同じものでもちゃんと分ければもう一度使える資源になる。でも混ぜてしまえばただのゴミになる。もう一度言いますね。分ければ資源、混ぜればゴミ。なるほど。短いのに今日の話が全部詰まってる感じがします。そうなんです。分別は面倒な作業じゃなくて資源を生かす行動。そう思うとちょっと前向きになれるでしょ。なれます。面倒って気持ちがちょっと軽くなりました。この言葉、ゴミ袋を持つたびに思い出してみてください。きっと習慣が変わってきますよ。やってみます。ゴミ袋を持つ手がちょっと誇らしくなりそう。じゃあ最後に練習。今日のキーフレーズを一緒に声に出して言ってみましょう。はい、せーのでいきましょう。いきますよ。3、2、1。分ければ資源、混ぜればゴミ。言えました。なんだか今日からちゃんとできる気がします。はい、今日はゴミの分別と出し方を一緒に見てきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうゴミ袋を持って固まらなくて済みそうです。それは頼もしい。最後にもう一度、細かいルールは必ず自分の市区町村で確認してくださいね。はい、今日の言葉をお守りに頑張ります。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではまた次回のカフェで。ありがとうございました。